ことでございます。今日なんですけど、トニーさんでね、生活し始めてから1年ですよ。早いですよ、もう。1年 ?1 年経ちましたよ。1年経ったけど、まだ7都道府県しか行けてないっていうね。やばいで、ルースさん、これもう。めっちゃスローですよ。でも、徳島2ヶ月ロックダウンしました。緊急事態で徳島ちょっと自粛してたんで、そういうのもあって、7都道府県しか行けてないんですけど、1年ということで。北海道大きすぎた。たくさんありますと、いろいろ思い出ありますよ。いいこともあるし、悪いこともね、たっぷり。もう喧嘩もめちゃめちゃしたし。今回なんですけど、いいことと悪いこと、ちょっと2つね、ちょっとトピック分けて、ちょっといろいろね、1年どうやったかっていうのをちょっと話していきたいなと思います。どうですか？とりあえず、good things。ありますか？ good things。ありますか？はい。多分 bad things の方が多いんちゃうんすか？いいものありますよ。いいものありますか？はい。まず1つ目なんですけど、1つ目は、やっぱり毎日違うところで生活できるってね、もう、例えばね、明日海行きたいな、思ったら海でもね、生活できるし、動く家なんで、明日森で生活したいな、思ったら森で生活できるし、明日山で生活したいな、思ったら山でも生活できるしね。で、日本はありがたいことに無料キャンプ場がめちゃめちゃもう全国各地、沖縄はね、あんまりないんですけど、めちゃくちゃあるから、もうどこでもキャンプできますよ。無料キャンプ場めっちゃ多い。ね。めっちゃありがたい。で、道の駅もめちゃめちゃあるんで、ちょっと緊急で、ちょっとやばいなとかなった時は、キャンプ場見つからんなってなった時はもう、近くのね、道の駅でちょっと夜ね、滞在させてもらったりっていうのがあるんで、めっちゃ便利ですよね。どうですか？はい、めっちゃいいですね。ルースさんはもうほんま道の駅一番好きで、やっぱり綺麗なトイレね、があるから。綺麗なトイレいいと思います。でも、道の駅一番厳しいもの、水ありません。そうやね。道の駅。大抵多分 99% 道の駅。道の駅は、ほんまもうね、夜行って、泊まって、って言ってて、料理もしたらあかんしね、道の駅料理も難しいし、だから、僕は道の駅が大好きで、道の駅が大好きでなんでやねん。なんで俺道の駅大好き？飲み水どこですか？飲み水どこ行ってもどんがないな。僕はもう無料キャンプ場、農営場ね、が一番好き。もう自然の中のね。そんな感じです。どうですか？はい。これルースさん一番お気に入りのキャンプスポットどこですか？今までで。一番の車中泊スポット。はい。僕は一番好きな車中泊スポットは高知県の名前はちょっと忘れてもらうんですけど、動画見てもらったらあるんですけど、もうすごい山の上にあるんですよ。山の上にある無料キャンプ場で、景色がもうめちゃめちゃいい。もう山の一番上で車中泊できるっていう。で、あんまりシェアしたくないよね。お気に入りのキャンプスポットみたいな。みんな来てもったらもうね、満員で入られんようになってます。ルーさんどこよ？多分、覚えてるドラム缶、徳島のドラム缶の徳島のドラム缶、ドラム缶温泉なるほどね。キャンプ場3000ミーぐらい。なるほど。でもあそこでも有料ですよ。あそこめっちゃ綺麗な景色。あそこも綺麗ね。ドラム缶。高知県めちゃめちゃいいキャンプ場ありますよ。高知県、徳島県も多いかね。四国は1年前行きました。四国はもう無料キャンプ場のパラダイスですよ。で、北海道も結構いっぱいあるけど、どうですか北海道？僕は個人的に四国の無料キャンプ場の方が北海道の無料のキャンプ場より好きです。四国の方が。どうですかルースさん？たくさん、場所行きました。全部好きだった。でも忘れてもとんちゃうんすか？脳みそありますか？全部忘れてもとだからフェイバリットスポットないです。I think too many favorite spots. そうだからめっちゃ難しいと思う。仕事が楽しい、毎日楽しいですよ。さっきも言った通りいろんなところでその生活ができるんで、こうやって仕事しながらもうめっちゃ絶景のねビューとともに仕事できる。これ最高ですよ。最高ですね。でもたまにもう綺麗な景色すぎてルーさん口開けてこう寝て仕事してないですか？で景色見すぎて全然違う。全然違う。口開けていつも寝たじゃないですか。仕事してないですよ。違います？違います。すみません。違います。さっきの冗談ですけど、綺麗な景色でね仕事できてるんで、ちょっと気分転換にちょっと湖の周り歩こうかとかね、海の近く歩こうかってね。
これはもう仕事が毎日楽しいです。どうですか？はい、めっちゃいい。私の家、私のオフィスも、そう、電車乗りません、バス乗りません、キッチンめっちゃ近く、もしコーヒー飲みたいら、できる。昼ご飯も。まあ、キッチンが近すぎても毎日スナッキングが止まってないじゃないですか。ルースさん、キッチンが真横にあるからでもずっとごあげで食べとるじゃないですか。全然違う。めっちゃいいそう。すいません。ちょっと冗談、今日きついね。すいません。ルースさん。冗談。おもんない冗談。すいません。はい。で、次なんですけど、次は、趣味が簡単にできるってことだよね。どうですか、ルースさん。めっちゃアクセスがいいですね。なんか、僕なんか結構、バックパッカーでずっと旅してる時とか、やっぱり荷物にね、やっぱり限られるじゃないですか。だから、持っていけるもんっていうのはやっぱり限られてくるんですけど、バナヤがちょっとバックパッカーよりね、やっぱりスペースがあるから、あれも持っていきたい、あれも持っていきたいっていうのはちょっと融通が利く、バックパッカーの時より。はい、どうですか？でも多分レンタルできた。でも多分高い。まあでも身があるじゃないですか。いつでもあるから、まあフィッシングとかね、フィッシングの竿とかも、ハイキングものも、キャンプものも、焚き火のものも、はい、いつもできる。はい、そうですね。めっちゃいい。はい、もしお国に趣味あります。例えばサーフィン場所の近くバンライフできるから。朝時サーフィンできる、それから昼時ちょっと仕事できる、それから夜時。まあそれのおかげでね、僕もフィッシングね、結構ずっと港につけて、で、まあ僕は仕事しながらで、なんかそのぶっ込みとか投げて置いといてみたいなんで、仕事しながら魚が来ましたみたいな感じで、もう趣味にめちゃめちゃ近くに過ごせるっていうのが、生活できるっていうのはすごいね。どうですか？はい、いいですね。はい、でも一番厳しいもの、私たちのルーフボックス、80% ショットの趣味もの。なんでやねん。ノー、これ皆さん、これ、まあ、嘘ついてますよ。じゃない。嘘ついてます。ルースのものばっかりじゃないですか。前、私の冬の服ありました。ショット多分、アウト好きじゃない。めっちゃひどいことしませんよ。だからルースさんなんかすごいですよ。なんかバンライブ始める時なんか、私趣味が筋トレやからダンベル20キロのダンベル2つ持っていく。こんなもん40キロのダンベル、そんなルールボックス持っていけませんよ、ルースさん。ダンベルなんかあったらそこストーン探してくださいよ。ストーンね、その辺落とやですか、その辺の落ちとストーンでこう上げてください。40キロのダンベルはさすがに厳しいですよ、ルースさん。そう、エクササイズめっちゃ重要。私の体めっちゃ重要。まあでもまあ40キロのダンベルはさすがにやばいですよ、ルースさん。40キロ12キロ12キロですか。OK、ということで、めっちゃ噛んでもだよ。ということで、言うてもね、ということで、すみませんね。まあ、ということで、次、ナンバー4か3、ちょっとわからなくなって思ったんですけど、まあ、コスパがね、最強です。バンライフ。僕らバンライフ始める前は、実家のね、近くで、アパート借りて住もうかなって考えてたんですけど、そのアパート借りて、生活する家賃とか全部数えたりして、で今の生活の値段と計算してみたらほぼ変わらないか、アパートで生活するより安い、プラス旅できるし自由っていうこれね、これコスパ最強でいいんですかね。はい、もし1ヶ月旅だけできました。何を言ってるんですか、ルーさん。何を言ってるんですか。日本語難しい。OK、もう一回チャレンジお願いします。もし1ヶ月旅します。お金かかるだけ。わかる？ You need to also pay the apartment rental. ちょっとわからないです。何言ってるか。どうやったんですか。英語でいいです。イングリッシュで。What I'm saying is, it's good because you can basically travel during your life. So, for example, you go and live your life in like Miyazaki Prefecture for 1 month, but you can also travel at the same time. Yeah, that's what I say. まあ、ルーさん、ナイスガッツです。ナイスガッツ。Good try. まあでもね、コスパ最強なんですけど、まあその中でもやっぱ不便なこととかもね、たっぷりあるんで、それはまた悪いところの部分で、まあ話していこうかなと思うんですけど、まあ、で、他にもちょっと、1ヶ月どれぐらいほんまにかかるんかっていうのも、ビデオちょっと撮って、また違うビデオで、ちょっとまた紹介したいなと思うんで、まあそのビデオも皆さんちょっと楽しみにしとってください。コストの部分のビデオもね。はい。
で次なんですけど、次はまあ長期滞在するんでね、僕らバンライフして、やっぱこの7都道府県しか行ってないですから、まあ各都道府県めちゃめちゃ長いことおるんですけど、やっぱ長期滞在するからによって、することによって分かることがたっぷりありますよね。例で言ったら、何ですかね。スーパーマーケットとかね。まず、やっぱ長いこと滞在するんで、よくスーパーマーケットとかね、使わせてもらうんですけど、まあその各県、各スーパーマーケットによって、そのね、半額のスティッカーを貼る時間とかもやっぱ各スーパー、各県によって全然違うし、どうですか？もうこれもナンバーワンです。一番初めにすることですね。半額のチェックみたいな。はい、さていつも半額の札チェック。時々聞きます。スーパーマーケットのスタッフ。そんな何日半額になりますか？そこまではさすがにしないですよ。人シェアしません。結構各県それもなんか人が出ますよ。僕何回か聞いたことある。何時ぐらいに半額出るんですかって聞いたら、めちゃめちゃフレンドに教えてくれる県と全く教えてくれない県ってあと、それやっぱ人によってちゃうんかね、わからんですけど、まあでも全然違うよね。初め北海道行った時びっくりしました。僕やっぱり兵庫県ね、関西なんで、関西の人結構アグレッシブなんかなと思ってて、でなんかスーパーとか行っても半額とかごっついがめつくんかなと思ってて、北海道行ったら北海道めちゃめちゃいかついやんで、めちゃめちゃがっつくグワーンと押されてね。This one, how do you say it? Elbow. Like a knife. ナイフ。北海道びっくりしたわ。北海道すごかったわ。半額合戦。乾杯何回もしましたよ。結構主婦の方ね、弾き飛ばされて、僕は蚊帳の外ですよ。まあまあ、ちょっとトピック戻しましょう。はい。地元の料理とか、地元の家庭料理とか結構分かるのがいいですよね。どうですか？はい、ロコプロダクトより。そうやね。例えば沖縄、家山、そば、料理できる。そうやね。島豆腐、こんな感じ。はい。ルースさんのお気に入りの都道府県の食べ物はどこですか？香川県。香川県ですか。うどん大好きですよ。なるほどね。香川うどん。ちょっと北海道のシーフードも美味しかったね。でもたくさん全部県美味しい食べ物あります。でもうどん大好きだから。ルースさんね。はい。高松帰りたいです。高松帰りたいですか。いや結構離れてますけど、今沖縄なんでね、うどんから。いろんな各都道府県の方と知り合えるっていうのもいいですよね。ルーさんどうですか？今のところ宮崎県友達おるでしょ、高知県、愛媛県、四国にも友達おるでしょ、北海道にも友達って言うてもてますけど、視聴者さんなんですけど、まあね、いろいろ知り合えていい人多いですよ。沖縄もたっぷりいますし、これがどんどんいろんな都道府県増えたら楽しいんちゃうんすか、ルーさん。分かってます？何言うてるか。はい、面白い。そうですか。で次なんですけど、まあ、ミニマリストな生活なんで、まあ、ストレスが減るっていうことですよね。どうですかルーさん、やっぱりバンライフで生活してたら持っていけるもんってね限られてるからね、全部持っていけないんですよ、ルーさんみたいに。楽しかったです。全然メモしてない。なんでやねん。めっちゃルフボックスからフィッシング、僕はフィッシングでしょ。あとクローズもほぼ毎日同じクローズですよ。で、ルースさんなんか見てください。ここはルースさんのタンスなんです。この下もいつもパンパンでも 90% がちゃんと閉まってない。ほんで踏みつけて、ってね、閉めて、ルースさん。はい、でも恋文字の後、たくさん、綺麗な服あります。ちょっと難しい。クローズね。もしちょっと汚い服あります。それもっと少ない。なるほど。家に住んでる時よりやっぱりミニマリストでしょ。やっぱり。でもそんな要件持っていかれへんし、なんかもう最近はもうないもんはないでも切り離せる、やっぱり選択が多かったらストレスたっぷりですよ。これしようかなあれしようかな悩んでやっぱストレスたまるんで、どうですか？アプリシエイトですよね。なんか水とか電気とかガスとか、やっぱり普段家で生活してた時は全然わからんかったけど、もうアンリミットやもんね。ルーさんどうですか？ルーさん使いたい放題ちゃうんすか家で。アンリミット信じられない。そうですか。はい。1年アンリミット水とガスと電気。じゃあありがたいですよ。はい。で結構いろいろ視聴者さんからショートとルースどういったことで喧嘩するんですかとか言われるんですけど、一番の喧嘩の原因がこの電気なんですよ。電気で一番喧嘩するよね。でまあちょっと説明すると、まあ、こっち側がルースさんいつも座ってて、僕がこっち座ってるんですけど、電気の使用量がチェックできるってこっち側の人だけなんですよ。
からルースさんはこの電気をチェック係ですよ。だからルースさん何ワット使っととか全部チェックして、ターンオンとかターンオフ消したりねつけたりがルースさんあれなんですけど、いつも忘れてしまって、はい、仕事をめっちゃフォーカスで50ワット損したとかで結構喧嘩してますよね。ほんでまあ僕ら仕事がパソコンなんで、もし電気なくなったら仕事できひんし困りますよこれね。えこんなん家でそんな考えたことないですよね。えどうですか、電気なかった時のパニックやばいですよ。もう仕事できんのないでしょ、電気探しに行かなあかん言うて。でもエコフローめっちゃいい。まあね、1時間だけリチャージできる。そうやね。だからまああと水もねめっちゃ大切ちゃうんすか。はい、いつも同じ古民家ホテル行った時、すごいアンリミテッドシャワーめっちゃ長い。アンリミテッドシャワー、もうありがたいね。時々もう水がなくなってもってもう喉がカラカラで死にそうになることも結構ありますよ。いつもビールあります。まあね、バンライフして初めてこうやって1年生活してみてね分かることですよね。ということで今回なんですけど、1年間ねバンに生活してみたからこそ分かるグッドシングスねをちょっと話してみたんですけど、これ皆さんこんだけグッドシングスあるんですけど、バッドシングスもめちゃめちゃ多いですよ。悪いことどうですか。これ悪いことのがだいぶ多いんちゃうんすか。どうですか。ありますよ。はい。ありますよね、たっぷり。次回の動画でその悪いことに絞ってちょっと話していきたいなと思うんですけど、みんな多分 bad things もっと興味と思います。そうですか。やっぱ悪いことの方がやっぱみんな興味あるからね。多分。人間誰でもそうやね。悪いことが聞きたいもんね。喧嘩する理由とか、面白そうやね。もし私見たら、多分bad things もっと興味と思います。そうですか。ちょっとは僕もそうです。ということで皆さん、次回の動画楽しみにしとってください。ということで、ルーさん最近なんかお父さんとか話すときになんか言うじゃないですか。なんて言うんですかあれ。いつも See you の代わりに僕はいつもアディオースなんですけど、ルーさんなんかありますよね。スコットランド語あれ。チリオ。チリオ。これどういう意味なんですか。チリオっていつも言うじゃないですかルーさん。バイバイ。バイバイって意味ね。ということで多分ルーさんこれからもチリオの方がいいんちゃうんですか。僕はアディオースで。ということで皆さん、アディオース。